はいどうも、料理人 VTuber の高見仁でございます。ということでね、今回ご紹介するソースはこちら。はい、ソースグリビッシュでございます。で、こちらのソースなんですけども、なんといっても特徴は、固茹で卵の黄身ですね。こちらを使った卵の風味がね、非常に強いソースでございます。で、使いどころとしては、このね、豚だとか、子牛だとか、ポシェしたお魚だったりとか、サーモンなんかにね、使うような、この冷製のね、料理に、よく使われるソースだったりします。はい。ではね、こちらの作り方、早速いってみたいなと思いますので、皆さんのグラフィックボードの方をインフィニティにします。じゃあいきますよ。せーの、ドン。はい、では材料の紹介です。こちら、固茹で卵ですね。で、こちら、グレープシードオイル。で、こちら、赤ワインビネガーとディジョンマスタードですね。できれば赤ワインビネガー推奨になります。で、こちら、コルニションとケッパーになりますね。はい、ハーブ類ですね。こちら、タラゴン、エストラゴンですね。で、イタリアンパセリに、シブレット、チャイブですね。で、チャービル、セルフィーユですね。で、今回はこちらのホワイトアスパラ使います。で、ゆで卵は白身と黄身分けておいてください。こんな感じで、ね、割っていただいて、で、黄身の方はボウルの方に入れていただいて、こんな感じでお願いします。で、コルニションとケッパーなんですけども、こちらまず千切りにして、こんな感じでね、カットしていただいて、で、ケッパーの方もね、みじん切りにしといてください。で、ハーブ類も基本すべてみじん切りです。こんな感じで。いや、こんな感じでよろしくお願いします。で、白身の方もね、こんな感じでみじん切りにしていただければ OK です。で、アスパラは皮を剥いていきます。で、皮は取っておいてください。で、適度な長さにカットいたしまして、で、こちらはね、下の方はもうこちらだしに使っちゃいますので、取ってください。で、こんな感じです。で、黄身はこんな感じでね、ゴムベラを使って潰していただいて、まずここでよーくほぐしてあげてください。で、そこにディジョンマスタード。ここでしっかりね、潰すような感じでね、こういう感じで練っていただければダマもなくなるで、こうやって綺麗にいきます。ペースト状になっていれば OK です。そこに赤ワインビネガーをちょっとずつ入れてってください。3回ぐらいに分けて入れていただくといい柔らかさになりますね。で、そのタイミングで塩コショウですね。で、ここでホイッパーに変えましたら、ここから少しずつグレープシードオイル入れていきます。で、そうするとね、こういう状態になりますので、だいたい濃度的にはこんな感じですね。あまり油は入れすぎない方がいいですね。だいたい卵黄2つ分で、黄身2つ分で、だいたい 80g までですね。で、そこに、白身を入れて混ぜていただきます。こんな感じですね。で、ケッパーとコルニションも入れていきます。で、今回私は結構がっつり入れてます。ハーブにしてもコルニション、ケッパーにしてもがっつり入れてます。で、最終的に色よく綺麗に、仕上げたい場合は、だいたいこの分量に関しましては、半分量で言っていただくと色鮮やかに決まります。今回はね、こう味をしっかり、こう楽しむっていうところで、私はしっかり入れさせていただいております。で、そこでね、塩をもう一回ここで味を見て、最後に決めていただければ、こんな感じで OK です。ではね、アスパラいってみましょう。まず、このね、
皮等を入れて、で、塩をね、さっと入れます。で、ホワイトアスパラの場合は、グラニュー糖ちょっとだけ入れてください。これはですね、ホワイトアスパラにある苦味をですね、こう丸みを帯びさせるために、少しグラニュー糖を入れています。で、グリーンアスパラの時はやりません。基本的にはホワイトアスパラだけですね。で、皮を取りましたら、このね、沸騰したところ一回止めて、そこにホワイトアスパラ入れます。で、ここで3分。これで火入れをしていきます。火は一切つけないでください。止めた状態で3分今いきましたので引き上げます。こんな感じですね。火入れもバッチリですね。で、大体ですね、ここからちょっとシェフによって分かれるんですけども、この茹で汁をバットに、揚げた時にですね、こういう風に牛乳を入れるかレモンを入れるか、レモン汁ですね、入れる形で、牛乳を入れた場合は、ここに漬け込んでいくと、ホワイトアスパラが白く上がるよっていうところですよね。で、レモン水の場合は、このね、よりね、この旨味を強くしたり、こうホワイトアスパラの風味を強くするっていうことをやります。今回はすぐ食べますのでね、このままドレッセに行きます。お店でこうね、出すときは結構上品にね、こう盛ったりするんですけども、私はもうホワイトアスパラ行くときは、これでもかってぐらいいきますね。はい。結構このたっぷりいくのが結構好きですね。ソースグリビッシュ、いかがでございますでしょうか。では、実食です。いただきます。うん。やっぱりこの卵黄のこのね優しい味わいとこのアスパラガスのこのね持っているうまみとそれをね包み込むようなこのエストラゴンの香り最高ですね。もちろんアスパラガスだけじゃなくても、他にも様々に、こう合わせることができるソースでありますのでぜひぜひお試しください。いや、材料がエストラゴンとかシブレットってそもそも売ってないんですけどって皆さん思われてますよね。ちょっと変わったグリビッシュ。冷蔵庫のあれで作ってみますか。はい、ということでね、材料紹介です。まず冷蔵庫に余っている漬物とかあったらこんな感じで用意してください。たくあん、らっきょう、しば漬けありましたのでこれを使います。で、しそですね。大葉ご用意いただければ。あと、万ネギですね。はい、ご用意ください。で、ここはね、同じ、ゆで卵、ディジョンマスタードとグレープシードオイル。そしてこちら、米酢ですね。ライスビネガーですね。で、こんな感じで、切っていっていただければ OK です。ここはもうダイジェストでいかせていただきます。で、同じようにね、卵黄をこうね、で、白身を加えていきます。で、らっきょう、たくあん。で、この時に、しば漬けとこの青みのものはですね、本当に食べる直前の方がいいと思います。結構一気に色が変色しやすい傾向がありますので、こんな感じでね、ココットなんかに入れていただいて、鶏胸肉のポワレにそっと添える。こんな感じのね、一品もあってもいいんじゃないですかね。ソースグリビッシュアラジャポネ、いかがでございますでしょうか。はい、お疲れ様でした。いかがでございますかね。ソースグリビッシュのご紹介でございました。
ではね、ここからはね、専門的なお話をさせていただきたいなと思いますので、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。ではね、ちょっとソースのお話をさせていただきます。由来のところになりますね。で、ソースグリビッシュ、よくですね、こう、レムラードですよね。こちらとですね、ちょっとこう、明確に区別するっていうところはどこになるのかっていうところになるんですけども、レムラードの場合は、この、生の卵から、こう、マヨネーズをベースに、こう、マスタードとかハーブとかコールニションを加えるっていうところが、レムラードになるんですけども、グリビッシュの場合は、もう固ゆで卵をベースにするっていうところで、完全にね、明確にここは区別するっていうところになってきます。で、このグリビッシュっていう語源自体は、これはもう最初に言うんですけども、諸説あります。諸説あるんですけども、ノルマンディ地方の、古い言葉だとか、古い表現らしいんですけども、気難しい、古い女性、老婆だったりとか、魔女のようなニュアンスを持つっていう言葉に由来しているんじゃないかっていう説がありますね。で、あとは、特定のね、料理人の名前に由来するっていう説があるんですけども、基本的にこの料理用語として定着したのは19世紀後半っていうようなものになります。はい。そして、このね、ソースグリビッシュなんですけども、エストラゴンが非常に重要だっていうところですよね。で、エストラゴン、冬場にはね、なかなかこう、入手が難しくなってくるものですので、その時には、パセリとかセルフィーユとか、シブレットですよね。これらの比率をちょっとこう、高めにして、高比率でこう、ブレンドしていくっていうような、ことをしたりとか、エストラゴン自体を、少量のこの、ドライハーブとか、あとビネガー漬けにしたもうエストラゴンのその、ビネガー自体をこう加えるっていうようなことをやって、こう賄ったりするっていうところがありますよね。で、この時にね、このビネグレットの、エストラゴンの話をすると、おそらくフレンチやってる方だと、こう、まかない用に取っといた、そのエストラゴンをどんどん、その、ビネガーの瓶の中に突っ込んでいって、で、どんどん溜まっていくんだけど、誰も使わないなんてことありませんでしたかね。私、周りでありまして、結局、私が結構まかないで使わせていただいてたっていうところがあるんですけども、結構ね、まかないあるあるかなとは思ってるんですけども、もしね、そんなことがありましたら、私もですなんて言ってね、コメント書いていただけると結構嬉しいです。はい。で、このね、エストラゴンなんですけど、基本的にこのね、ソースグリビッシュで言えば、品格のあるこのね、この香りとかっていうところの輪郭で、必ず主役級の、ハーブだっていうところですね。で、そこにベースの緑としてパセリとかセルフィーユっていうのが、さらにね、香りと層を厚くするっていうような役割になりますよね。はい。で、今回私が作ってるものに関してましては、もう本当にもうもろゴリゴリのそのクラシックのやり方にはなるんですけども、これを色よくどうしてもしたいっていうのであれば、具材自体の量を半量まで抑えていただければ、わりかし綺麗な見た目にはなります。なるんですが、ここがソースグリビッシュの非常に難しいところで、そうした場合に当然ハーブと具材の量が減るので、卵の味わいが強くなっちゃうんですよね。ここがすごい難しいところで、プラスですね、赤ワインビネガー、私こう推奨してたと思うんですけども、あれもちゃんと理由があるんですね。で、この理由っていうのが、赤ワインビネガー自体が持っているですね、力強いコクですよね。ブドウの皮とかの種の由来の、成分があったりとかするので、独特の深みとか渋みとか力強いコクとかっていうところが、これがですね、卵とバランスを取るために必ず必要な部分だったりっていうところがまず一つと、あとはですね、このエストラゴンのこのアニスのような香りと、この大量のオイル、これらの、バランスをこう、ちょうどいい具合に持ってくるっていうのが、結局バランスなんですよね。ですので、ここで結構量を減らすっていうことをやってしまうと、最終的にこのソースのバランスを取るのが非常に難しいんですよね。これがですね、やっぱりこのソースグリビッシュの、最も難しい味とか風味とか香りのバランスっていうところで、実はエストラゴン、赤ワインビネガーっていうのは非常にマストだったりします。はい。はい。で、ちょっとね、おまけでやりました、ソースグリビッシュアラジャポーネ。アラジャポーネ、日本風っていうような意味合いにはなるんですけども、こちらね、
まあ、冷蔵庫に余っている、この、漬物ですよね。漬物で、こう作っていただければ OK かなと思ってます。はい。で、その時にですね、まあ、よっぽど特殊な、まあ、漬物ではなければ、まあ、使っていただいて OK かなと思ってます。で、この時に、各、その漬物の汁なんですけども、よくペーパーでちょっと一回こう、拭いてというか、こう、水気を取ってから、こう、カットしていただいて、加えていくっていうやり方で OK だと思います。はい。で、このね、ソースグリビッシュアラジャポネの、まあ、こう漬物のところにはなるんですけども、意外と合うのは、福神漬けなんかも意外といいですよ。はい。で、らっきょうは必ずあった方がいいですね。はい。で、おそらく皆さんね、気になるのはお味の方だと思うんですよね。どんな味になるのと思うんですけども、意外とですね、漬物の主張ができないんですよね。それぐらい卵が、覆うので、それを覆って最終的に、この米酢がうまいことをまとめてくれますっていうぐらい、面白いソースになりますので、ぜひね、お試しいただければなと思ってます。で、意外と合うのは、その鶏肉ですよね。鶏肉の、例えば、まあ、こう、ソテーしたもも肉、胸肉は当然合いますし、まあ、南蛮、チキン南蛮やるときですよね。あれのタルタルをまあこちらに変えてもらうとか、ああいうことも全然合うかなと思います。他にもね、いろいろ合う料理はあるんですけども、私はもうこの漬物がある程度冷蔵庫に溜まってしまうと、このやり方をやって、漬物の冷蔵庫のこう処理のね、やり方と非常に強力なソースとして、活躍して、もらってます。はい。ぜひぜひね、お試しいただければと思ってます。はい、以上がね、ソースグリビッシュのご説明でございました。こちらのね、まあ、グリビッシュなんですけども、私はよく使ってたのは、こう、パーティーだとか、そういう場面のところでよく使うソースでしたね。あまりこう、コース料理の中で、このグリビッシュを入れ込むっていうことはなくて、なぜこう、まあ、宴会料理かっていうと、どうしてもね、やっぱりこう、冷めやすいんですよね。シーンとして。で、その中でもやっぱりお客様が美味しく召し上がっていただけるっていうところで、この豚とか、子牛とか、そういったね、まあ、ポシェしたお魚なんかに合わせて、このグリビッシュをまあ、使わせていただくんですけども、その時にちょっと注意していたのは、このハーブを入れるタイミングですよね。ここをできるだけ、まあ、提供するギリギリのところまで入れないっていうことをやって、で、まあ、いよいよ出すよっていう時に、入れ込んで、まあ、宴会場の方に送り込むっていうようなことをやってましたね。はい。まあ、ちょっとね、ここでね、まあ、皆さん、それ、知ってる方ですと、まあ、テートドボーとかやってたんですかなんて、こう言うんですけども、私ね、テートドボーやったことがないんですよね。というのが、そもそもやっぱ日本じゃ手に入らないじゃないですか。で、私これね、本当に気になっていて、フランスの、まあ、旅行しに行った時の、まあ、市場の中で初めてぐるぐる巻きになってテートボーを見た時に、やっぱ感動しましたよね。ただ、使ったこともなくて、ちょっとね、人生でやってみたいところですよね。結構そういうものあったりはします。はい。なかなかね、やっぱり日本の、この、畜産のシーンとまたね、フランスでは全く違うので、なかなかね、やったことがないなんていうもの結構あったりします。はい。いつもね、ハイプレの応援、そして熱いコメント、チャンネル登録、高評価、いつもありがとうございます。いやー、ほんとね、皆さんからのコメントの熱さというか、鋭さっていうのがちょっと本当にすごいなと思って感じてるんですけども、本当に皆さん一般の方ですかっていうぐらいの、鋭さを持ってるので、ちょっとね、逆に私の方がタチタチしながら、面白がってね、すごいなと思ってこう、見て、させていただいてるんですけども、逆にね、私の方も、そういう考え方あるんだっていうので、非常にね、勉強させていただいておりまして、皆様からのこの熱量のあるこのコメントにはね、本当に驚かされて、おります。いつもね、熱いコメント、本当にありがとうございます。引き続きね、ハイプでの応援、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。それじゃあね、また次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。